やさすアテナイの皆さん、今回もニューノーマル編ということで、コロナショックが収束した後の言語教育がどうなるかをお話ししていきたいと思います。で、今回のテーマは、留学制度のニューノーマルというお話なんですが、今留学っていうと飛行機に乗って海外に行って、で、現地の学校で現地の先生に対面で教えてもらうと。で、旅行したりとか、現地の人と触れ合いながら、文化だったりとか、そういうものにも関わっていくっていうのが、今の留学だと思います。で、これが未来から見ると、古典的な留学っていう風になると思うんですね。で、もっと言えば、富裕層というか、限られた人たちだけの留学になる可能性があるというお話をしていきたいと思います。というのは、もうコロナ禍になって私たち気づいたんですけども、海外に、まず今行けなくなってますけども、行くとしたら予防接種や PCR 検査やそういうプロセスをいっぱい経ないといけません。で、飛行機も便が限られますので、運賃が高くなったり取りづらくなったりして、で、そういうハードルを超えて移動しないといけないという時代です。で、日本の場合、留学生がアルバイトできるんですけども、今アルバイトがないですよね。大学生でも仕事がなくて、外国人はさらに困ってるっていう状況なので、すべて自己資金で留学しないといけない。そうなると本当に限られた富裕層だけになる。だから例えれば、明治時代の日本だと、洋行ができる。海外に行ける人って本当にエリート中のエリートだけだった。そんな感覚になると思います。じゃあ、それ以外の人はどうなるかというと、ここで普及してくるのが、オンライン留学ですね。つまり、自分の国にいながら、オンラインで語学を学ぶ。で、現地の様子を見たければ、オンラインツアーみたいな感じで様子を楽しむ。で、そうすると経費もそんなにかかりませんし、安全なところで学ぶことができるというふうになります。これ構図としてはエンタメにも同じことが起きると思ってまして、例えばクラシックコンサートで100名しか入ることができないと劇場に。で、だからチケットが1人10万円になりますみたいなことになるんですよね。で、お金持ちは10万円の生の音を楽しむと。で、そうじゃない人は配信で、それなりのステレオで音を楽しむみたいな、そういう環境が同じことが起こると思うんですね。で、そんな中で受け入れる側です。語学学校はどうすればいいかということなんですけども、これ、付加価値を今以上につけないといけません。競争が激しくなります。つまり、その学校に行けば、その後、一緒に何かプロジェクトができる仲間に出会えるですとか、生涯のその恩師に出会えるだったりとか、あとは、それからあとずっと使うことができるものの考え方とか、学習の仕方を教えてもらえるとか、身につけられるという、そういうところまで突き抜けないと、選ばれなくなってくると思うんですね。で、今、日本語学校の学生募集なんかで、週に28時間アルバイトができますよ、みたいな売り方をしてる人いるんですけども、それって別にその学校に行くメリットではないので、セールスポイントではないので、どこでもできますし、そもそも今アルバイトがないという状況なので、そういうところは自然淘汰されていくと思います。で、そんな中で、2020年に入って、国内の日本語学校、法務省国事校というところが減ってると思いますよね。で、これ調べると実は増えています。春の時点と夏の時点で比べるとわずかに増えてるんですね。つまり少し潰れた学校があって、それを上回る数の新しい学校が新たにできてるということなんですね。でもこのただでさえレッドオーシャンの中にまだその競争に参入するかというところです。で、ちなみにこの日本語学校、法務省国事校っていうのは、メリットとしては留学ビザの申請ができるっていう一点なんですね。で、これがもうビザを取らなくていい。さっきのオンライン留学でいいってなると、もう異業種からも参入できます。通信会社、旅行会社、他の塾だったり予備校だったりも、そことも争わないといけなくなるので、結構な、ますます熾烈な競争、自然淘汰が今後起こっていくと思われるのが、留学の形なんですね。では、いかがでしょう？少しでもお役に立てましたでしょうか？次回もこういう内容でお話していこうと思いますので、ぜひお楽しみなさってください。アディオ！